えっと、腎臓病のね、いろいろ養生についてのお話をしたいと思いますけども、特に今、非常に夏場になって、熱中症になられる方も多くなってますね。そういうこともちょっと踏まえながら今日お話をさせていただければなと思いました。で、結構今回参加者が多くてですね、ご質問がすごく多く来ちゃったんですね。それで、ちょっとテーマ、ご質問に答えられる内容に、ちょっと少し修正を急にかけたもんですから、ちょっとちぐはぐなところもありますけど、よろしくどうぞお願いします。今日講師させていただきます西野でございます。いつもありがとうございます。精神薬局という薬局をずっともう39年やっておりまして、私もそうなんです。薬剤師、あと鍼灸師、中医師というメンバー、このようなメンバーで、各相談室で相談をしております。いつでもご参加いただければなと思います。で、今日ですね、一応夏場に対しての養生ということをちょっと中心に、あと夏場、ちょっと注意しなければいけないお薬のこととかですね、あとは漢方のその体質とか、あとは腎臓病の病態に合わせて漢方を使わなきゃいけないということもあるので、その辺のお話もできればなと思いますけど、ちょっとご質問もあったので、簡単な腎臓病についてのお話も前半ちょっと入れさせていただいてます。で、これ何回か、私どものセミナー参加いただいてればもうよくご存知だと思いますけど、EGFR という値ですね。これが非常に、今基準になっております。で、EGFR に関してちょっとわからない方は、この右側にある QR コードを、スキャンしていただくと、一般社団法人の日本腎臓協会、学会の方に飛びまして、そちらで、EGFR についてのことも詳しく載っておりますので、読んでいただければなと思いますが、簡単に言うと、ここにある5ステージですね。G の1から G の5まで。その5つのステージの中で、1、2、あと 3A、3B、G4、G5 という感じで、5段階になっているということ。当然、上に右に行けば行くほど、腎機能が低下するということですね。で、この EGFR は簡単に言いますと、腎臓の、持っている、なんていうかな、機能が何パーセントぐらい残ってるかっていうふうに考えていただければいいと思うので、健常の方の場合は90%以上当然あるわけなんですけど、軽度の低下ということで、89から60、一応ここまでは、一応病院ではですね、健康診断とかでは異常なしというか、60以上はあんまり問題にされないわけですね。で、一応病気というか慢性腎臓病というふうな扱いになるのは、59以下になってからってことなんですけど、その中でも特に、こういうふうな慢性腎臓病で最終的になるのは人工透析ですよね。これはもう15、この一番右の端にある、15未満なんですが、やっぱり一つは、EGFR が30を超えてるか超えてないか、30以上の場合はね、まだね、本当に言うと45以上なんですけど、30以上であればなんとか、維持、または少し回復することもできる。逆に30来てしまうとなかなか回復が難しいと。だから逆に言うと、透析にならないようにどうするかということになるわけですね。で、これは私、今、69歳で、健康診断で言うとクレアチニンが0.79。で、これで先ほどの QR コードで見ますと EGFR が74.5ということですね。だから90を下回ってるんで、軽度の機能低下ということなんですけど、年相応といえば年相応。うん。今すぐその腎臓病で何かってことはないんですけども、やはり今言ったようにこの79、G の2っていうランクですね。先ほど言ったこの G の2のランクに値します。ですから、これ一度皆さんもですね、調べてみていただく。普通健康診断とか人間ドックには、クレアチニンプラス、EGFR が併記されていると思いますので、その辺を見ながらですね、自分のこの EGFR を調べると。
あとはここにも右下にもあるように、ただ EGFR だけじゃなく、糖尿病になる方だと、微量のアルブミン量があるかないかとか、あるいは、タンパク尿があるかないかによってステージがまた変わりますんでね。はい。で、腎臓というのはまあご存知のように、体の中に2つあって、だいたい拳大の大きさのもので、その中にこのネフロンと言われる、ろ過するところが、ごめんなさいね。すいません。ネフロンと言われるものが、100万個ずつ、約200万個あるんですね。で、やっぱりそれが今言ったように、腎機能と連動するので、まあ、その残ってる量とも連動してきますね。200万個あるネフロンの量が減ってくれば EGFR も下がるということなんですね。で、この中の、血液、体の中でだいたい一晩で150リットル、まあ、大きなバスですね、寝そべるぐらいの、お風呂ですね、相手は150ぐらい入るらしいんですけど、それ一杯分ぐらいを一日にろ過していて、で、体の中で、老廃物と、それから必要なミネラルや水分を、まあ、整理して再吸収したり、あとは血圧の調整とか、それからカルシウム、骨、それから、まあ、血液ですよね。だからまあ悪くなると血圧が高くなったり、それから貧血になったり、カルシウムが不足したり、いろいろ、してきます。で、皆さん、まあ質問の方にもあったクレチニンが高くなってくるとか、あと尿タンパクですね。こういった問題が出てくると、いろいろと今度そのクレアチニンの状態、ステージによってタンパク制限をするのかしないのかとかですね。これはまあ個別の問題なんでなかなか難しい問題ではあります。だから結局、えーっと、なんていうんですかね。あの単純に、例えばこう、タンパク質を減らしてもですね、セルコペニアみたいにこの筋肉の低下とかですね、そういうのがある場合にはですね、非常にタンパク制限の仕方は難しくなるんですね。うん、で、今、この腎臓病の方7人に1人、まあ、全国に今2000万人ぐらいはいらっしゃるそうですね。だから、まあ、結構他人事じゃなくなってきてるので、ぜひ気をつけていただければなと思います。で、まあ、先ほどもあったように、一番重要なのは EGFR のこのステージが今どこにいるのか、あとは尿タンパクが出てるかどうか、あと糖尿病とかを持っている方は、やっぱりその辺をもっと細かく見なきゃいけないということです。で、このステージによって、まあ基本的にタンパク質の摂取量、まあパーキロなんで、まあ体重1キロあたりに関してだから、まあ50キロだったら50グラムぐらいっていうのが、まあステージ3以上の方の場合は、3以上っていうのは 3A とかになると、50グラムから40グラム、ということではあるでしょうが、今言ったようにまあサルコペニアとかそういった筋力低下がある方ね。まあ筋力低下の一つの目安は、こう、親指と、こう作ってもらって輪っか作ってですね、この輪っかが太ももじゃなくて、ふくらはぎですね。ふくらはぎがこれでこうスースー通るようだと、この自分のふくらはぎね、やってみたときに、ふくらはぎの一番太いところが、これ通っちゃうだと、この、まあ、サルコペニアとかそういったの可能性があるということで、まあ、極端なタンパク制限をするとですね、やっぱりそっちの機能が弱くなって寝たきりになっちゃうということがあるので、まずは減塩、6グラム以下の減塩ということで、まあ、今、通販なんかで、食材提供するのありますね。あれ見ると、大体2グラムから2.5グラムぐらいになってますね。2グラム以下になってるのもあるかな。だから結構、6グラム以下になるように、食材の設計はされてるようなので、まあ、お一人で住んでらっしゃる方とか、あとはご夫婦だけって方はもうああいうのを使われた方が安いし、いいかもしれませんね。で、タンパク質もある程度取れると。で、まあ、タンパク制限は極端にすると良くないということなんでね、そこは気をつけてください。
で、今日のお話、メインの話はこちらなんですけども、ね、夏になると腎臓がやっぱすごく負担かかるんだよっていうことですね。で、汗をかく。で、食欲がなくなる。で、それに伴って水分の摂取量が、少なくなる。で、水分の摂取量も少なくなり、体液も出ると、循環血流が下がって、循環の血液量が下がると腎臓に行く血流量も下がっていっちゃうんね。血圧も下がりやすくなる。だから、高血圧の患者さんでも、夏場は、血圧下がっちゃう人いますよね。はい。から、今言ったように、この3番目の腎血流量。さっきちょっとあったかもしれませんけど、腎臓にはですね、こういう、ありましたね。こういうふうな、も腎動脈と言われる動脈があって、それで、細い、細動脈があるんですけども、この血流ですね。これが悪くなってしまうわけですよね。そうすることによって、急性のですね、腎障害、AKI とかですね。あと今申し上げた EGFR が低下する。で夏場は結構ね、腎臓悪くなりやすいんです。で、腎臓を守る薬もですね、脱水の時には一時的にこうリスク変わるという、この腎臓を守るっていうのは、後で申し上げますが、下に書いてあるような高圧剤とかですね、あと一部の糖尿病の薬もそうですけど、こういったものが悪化させることもあるので、ちょっと漫然と飲んじゃいけんこともあるんですね。なので、やはり夏場のこの高温多湿で多汗の状態の時は血液が濃くなりやすくなって、これによって血栓ができやすくなることもあるし、尿量が少なくなることも出てきます。で、やっぱりこの血液の循環量が悪くなると、腎臓の血流量が下がると一番わかるのは尿量が減少ということでわかりますので、おしっこの量っていうのをよく見ていただいて、自分のこの腎臓の血流量が下がってないかどうかな。で、これ少ない場合は水分をよく取らなきゃいかんということですね。から、栄養の摂取は夏場落ちますので、やっぱり自分の好み通りにやってるとなかなか栄養が取れないから、そういう面では僕はお弁当はありだなと思ってるんです。ただコンビニのお弁当とか、スーパーで売ってるお弁当は塩分の関係上 NG ですね。和食であったとしても一つのお弁当で5グラムぐらい入ってるのもありますんでね。結構良くないです。当然ラーメンとかね、あんなのダメですよね。なので、スープを飲まなくてもね、麺についちゃうからね。で、筋力が下がりやすくなり、やっぱり寝たきりになったり、もうなんていうか、お部屋なんかずっといるってこともあるし、ね、これ気をつけていただきたいと。で、最近のレビューでは、レビューでね、熱をこう、暴露すると、腎機能低下っていうのが、加速して、こう入院になっちゃうケースもあるということで、急性の腎機能低下症、まあ、人気、AKI っていうのは、このステージが1、2、3あって、ステージ1のように、こう、クレアチニンが急にこう上がっちゃうわけですね。うん。だから、夏場はクレアチニンが上がりやすくなります。クレアチニンっていうのは筋肉からこう、が分解して、筋肉によって、分解して出てくるものですけど、クレアチニン自体は、体にとって、毒性っていうかあんま良くないのでね、下げるようにしてるんですけど、やはり夏場、こう多くそれが消費されるわけですよね。なので、高くなりやすいっていうのが多いと。で、こういうステージの1が夏場はすごく増えるんだよと。だから腎臓は夏場悪くなるということを頭に入れておいてください。で、さっきも言ったように、腎臓に行く血液がこう届いて、初めてこう働ける腎臓っていうような機能なんで、さっきのように水分とかが飛ばされたり、汗でなくなったり、塩分や、あるいは脱水ですね、起こしてくると、腎血流量が悪くなってしまって、そのためにこういろんな体の中での、調整が始まったりですね。あるいはもう一つはですね、この N セーズですね、痛み止め。だから整形外科の方でいただいているお薬とかで、例えばロキソニンとかいろいろお薬いただくと思うんですけど、こういったお薬、常時飲んでらっしゃる方とか、あと、高圧利尿薬、むくみやすいので、
むくみの出ることで、むくみのを止めるようなお薬飲んでたりとかですね。まあ、あと、あの、血圧を調整するですね。こういったお薬飲んでるお薬の方はですね、今言った、腎臓の方の機能が低下することがあります。で、尿量がね、低下するってことでよくわかるので、尿量はね、よく気をつけてください。で、夏の脱水に特に確認しておきたいっていうのは、注意しておきたいのは、今言ったロキソニンとかブルフェンとかボルタレンとかね、こういったお薬。それから、心臓がちょっと悪くてむくみやすいというような方の場合は、ラシックスとかダイアートとかね、こういった利尿薬をいただいたり、あと糖尿の初期の方とかで、欲しいがですが、おしっこから糖を出す。こういったものとか、やっぱ水分よく取ってくださいって言われるので脱水を起こしやすいんですよね。はい。から血圧を上げるレニベースとか、全部じゃないんですけど、AC 阻害薬って言われるようなものとか、それに類するような安静天神経を抑えるような、そういう系統のものは、夏場にはちょっと注意しなきゃいけないことがあります。飲んじゃダメってことじゃないんでね、気をつけなきゃいけない。で、セルフチェックとしては尿量が減る、それから濃く感じる、泡立ちが強くなる、ね。で、体重が、急に減ってきたり、逆にむくみが増えたり、血圧は多分測ってらっしゃる方も多いと思うんですけど、普段よりも下がりやすくなるんで、下がることはいいことってことではあるんだけども、やっぱり100を切ってしまうとかですね、90を切ってくるとかいうことがある。だと昼間なんかでも特に下がりやすくなることがありますので、こういったのは気をつけていただく。あと、熱中症ですね。あと、脱水を起こすと、やっぱ小村帰りの頻度が、高くなります。ね。こういったこと。で、水分よく取れなくなったり、あと、夏風邪で嘔吐と下痢で、こういう時に特にひどくなるんで、気をつけてください。水分をこまめに取るということで、喉が渇く前にこまめにということで、ペットボトルを持ち歩いてね、大体1日1.2リットルぐらいを目安にで、水よりは若干水分が、塩分が若干入ってる方がいいとは言われてるんですけど、腎機能がちょっと悪い方の場合はね、ちょっと気をつけなきゃいけないんで、その辺の全体の塩分量との関係があります。ポカリスエットとかああいったのをそのまま飲んでしまうと塩分量がすごく増えちゃうので、腎機能が悪い方の場合は、もしああいったスポーツ飲料を使う場合は、だいたい3倍から4倍に希釈して使っていただいた方がいいですね。それから、こういった、症状がある方は気をつけていただきたい。はい。同じことになりますけど、塩分はだいたい6グラム。いや、基本的に6グラムね、自分の家庭で6グラムの食事出すってね、ほんと難しいと思います。よっぽど出汁とか、あと、出汁をうまく使ったり、昆布出汁、昆布も塩分あるからね、あれだけど、鰹出汁とか昆布出汁とか、ああいう出汁をうまく使ったり、お酢とか、胡椒とか、そういったもので、あとレモンとか、そういったもの工夫しないとなかなかね、難しいです。で、お弁当の場合はね、多分全体作ってて、多分塩味はあるんですけど、量がね、ちょっと少ないんですね。だから多分それで調整してると思います。で、タンパク質は、過剰摂取は避けるって書いてありますけど、ある程度取らないとダメですね。ただ、プロテインみたいな感じで、よく粉末のね、ああいうのをお酒になった方がいいんじゃないかな。僕は、鶏肉とかね、豚肉とか、そういったのをお取りになる方がいいんじゃないかなと思います。高カロリー血症があるっていう人は、本当にちょっともう本当に悪い方だと思いますので、通常はお野菜とか、海藻類とか、お取りになっていただいていいんですけど、果物は糖質が多いのでね、ちょっと気をつけないと血糖値上がっちゃいますからね。あと一番注意しないリンですよね。で、リンはね、表記義務がないの、義務がないので、裏を見ても書いてないんですよね。だから食品添加物とかに、人工のね、添加物。多くは乳製品、ナッツ類とか、清涼飲料水とかにもいっぱい入ってますんで、加工食品は、大体練り製品とかね、全部入ってるから、ちょっと気をつけてね、食べていただいた方がいいですね。薄味で、
まあ、薄味にするとカロリーそんな取れないので、まあ、その辺は今言った、えレモンとか、ちょっとスパイシーなね、感じにするといいですね。で、夏場に増えやすい、腎臓に負担のかかる食べ物ということで言うと、まあ、そうめんに、まあ、めんつゆつけますもんね。で、まあ、めんつゆ飲むことはないと思うんですけど、やっぱどうしてもつゆに、まあ、麺にね、つゆがついちゃうから。あと、さっき申したように、スポーツ飲料ですね。これは、ナトリウム、カリウムが多いんですよね。はい。で、野菜ジュース、青汁はカリウムが多いんで、まあ、別に、腎機能がステージ4とかってちょっと制限を受けてる方以外は問題ないと思います。うん、これはね、プロテインね。はい、おっしゃる、言ってる。このプロテインの中にもリンが結構入ってますんで、気をつけていただきたいなと思いますね。で、冷たいものばかり食べると内臓の血流が下がって、逆にかえって脱水を起こしたりすることもあるんで、あったかい汁、あったかいお茶、ね、左右、お飲みになることをお勧めします。で、先ほど言ったようなお薬は病院の先生ともよく相談していただいて、まあ、一番はさっき言った尿量が減ってるな、血圧下がりすぎてるな、時はもうちょっと気をつけていただくことになります。あと、糖尿病のお薬で、まあ、よく一番最初に出るのメトホルミンかな。とか、あと、ホシガとかいった類のものよく出ると思いますので、そういうお薬は、糖尿病の患者さんはちょっと気をつけていただいて、水分をよく取らないとダメですね。はい。まあ、ここに書いてある鎮痛薬。湿布薬もね、鎮痛薬入ってますんで、気をつけてください。あと、下剤常用されてる方、ミルマグとかですね、ああいった、まあ、吸収はしないんですけど、でも、基本的には、マグネシウム系のものもですね、ちょっと気をつけなきゃいけないのありますんで、あと、生産剤ですね。はい。特に市販の生産剤、えーっと、サクロンとか、大体酸とかね、ああいった類のものいっぱい入ってますから、ちょっと気をつけなきゃいけない。あと、まあ、個人流最近される方も増えてるんですけど、ちょっと気をつけてくださいね。はい。で、夏場はここに書いてあるように、まあ、暑邪といって蒸し暑いのと湿気ですね。まあ、蒸し暑さと湿気何が違うんだって言うんですけど、まあ、脱水を起こすかどうかっていうことですね。暑邪ってのは脱水を起こします。湿気はまあ重だるくなるということなんですね。それに伴って体の気血が、不足することがこの夏場の、腎臓病の対策でもあるし、夏場の対策でもあるということですね。で、よくこの夏場によく僕らがよく処方する処方ですね。この蒸し暑さで体が消耗して、口が乾いて、こう食欲もないと。こういう時、聖書液糖というね、これ腎臓に専門の薬じゃないんですよ。まあ、夏バテの有名な薬です。あと、西洋人参。西洋人参は、高麗人参と違いまして、体の熱をね、調整してくれます。それから、体の水分を回復してくれる。あと、五箇チもそうですね。だから、こういうふうな、西洋人参とか五箇チは、お茶になってるのもあるし、顆粒みたいなのもあるから、こういうのは大丈夫ですね。腎臓の悪い方でも使います。それから汗っかきで、どうももともと循環器で心臓があんま良くない方、これ静脈酸っていうのがあって、夏バテの予防にもなる、バクミ酸っていうのがあるんですね。で、これよく、夏場使ってます。こういうのを水分の中に溶かしてですね、お茶代わりに飲んどくと、結構夏バテが、予防できて腎臓の負担が軽くなります。あと、むくみね。で、西洋の薬のむくみがちょっと使いにくなったときは、漢方の、例えば五苓散とか、防硫黄と、これ辺あたりだったら、電解質にもあんまり影響しないで、脱水を起こすこともないので、まあ、使えると思います。これ西洋の、まあ、脱水中には使えませんけどね。だから逆に言うと、利尿薬を使ってて、やってんだけど、今言ったように夏場ね、ちょっと使いにくいときは、そういう西洋のお薬をちょっとやめて、こういう漢方系に、まあ、これは主治医の先生と相談してやった方がいいですね。あと、食欲がないとか胃がもたれる。これ有名な立君子湯とかおチェキと使います。からまあ、よく腎臓病でよく使ってる蜂蜜が、五社腎気が、こういったものはまあ、使っていただいて問題ないと思いますね。で、
中医学といって、その東洋学のまあ一番この歴史をね、ずっと研究している医学があるんですが、これで言うとやっぱり腎臓の機能っていうのは年齢によって落ちるというふうに考えてて、これがやっぱり老化現象とか水分とかね、まるっきりこう呼吸のね、その血中酸素濃度を取り入れる機能と連動しているというふうに考えてるんですね。ですから、腎脳の、まあ中学の腎の機能が低下することを予防すれば腎臓の機能も比較的予防ができるというふうに考えています。で、ステージ別にね、まあ、細かいこと言えませんけど、いろいろ漢方薬があるんですね。ステージ1から2、まあ、軽い、ほとんど正常な方、予防を中心にやる場合もある。それから、ちょっともう初期の、3A ですね。まあ、60を切ったぐらい。で、この方だと EGFR は63.2から65じゃ、年々下がってきてるわけですね。大体普通1%ぐらいだから、下がるのもね。だけど、この方の場合、やっぱり、もうどんどん下がっちゃって、3AB、3A になりますよね。やっぱ心配になります。こういう場合にも、結構漢方が有効です。また、45を切ってくる。これ38.5ですよね。こういう方の場合は、やっぱ糖尿病が若干こうある。ね。まあ、正常値の範囲内では、制約不服だから、まあ、コントロールは悪くないんだけどね。でもやはり悪くなってるのね。で、こういう人はやっぱり気をつけませんといけません。まあ、漢方飲むと意外とまあ、維持はできますね。41.7だからね。まあ、3B ではあるけども、低下はしない。ね。もっと悪くなってしまった方、この人の場合は、EGFR は24から25だったのが19になり、ね、クレアチニンも2.3、まあ、お医者さんから透析と。こういう方の場合はね、もう、良くするの難しい。だからもうこれ以上生かさないにして、天寿を全うするってね、そういう方向になります。私の患者さんでは、この方は公認会計士かなの方だったけど、まあ、脳梗塞があって、中咽頭がん、抗がん剤の治療とか、そういうのを受けてらっしゃって、まあ、EGFR がね、31かな。もう結構悪いですよね。はい。で、お粉の漢方薬も飲んでたんだけど、恥みじが効かないってことだったんですよね。それで煎じ薬で出しました。で、ちょっと真面目に飲んでたら、50人ぐらいまで回復しましたね。まあ、ちょっとまだこの方経過中なんで、完治とは言えないけど、まあ、腎臓病はね、もう長く付き合わなきゃいけないんで、だから良くなりました。はい、これで終わりですっていうわけにいかない。で、この方の場合、やっぱり筋力を落ちないようにするために、ね、タンパク質もしっかり取ってるんですよね。だからやっぱり尿素窒素ちょっと高くなりやすい。まあ、だからその辺はバランスがあるんでね。まあ、その辺は病院の先生とも相談しながらなると思うんですけど、まあ、そういうふうな方もいらっしゃいます。はい。えっと、この中医学で開発したですね、個人の、サポートです。名門炭ってなんですね。これはね、腎機能が悪い方には、ぜひ飲んでいただいたらいいなと思ってます。これ16種類の無添加物ということで、腎臓はやっぱり添加物に非常に敏感ですので、そういうの外して、メインは冬中華草っていうのが入ってます。で、こういうものに、こういう他の薬草を入れてあります。で、カプセル、錠剤になってるので、まあちょっと10粒っていうちょっと粒数はあるんですけど、朝昼晩ね、飲んでいただいてっていうことね。それをぜひお勧めします。あとはまあ、低糖低塩のデザートね。まあ白キクラゲとか寒天とかね。まあこれちょっと少量の果物入れていただいて、まあ清涼感のあるようなね、そういったお食事、ちょっと取り入れていかれるといいんではないかなと思います。はい。今度ね、10月の17日に、腎臓内科の専門医の佐藤先生と、うちの管理薬剤師で、の松島先生のお二人で、10月の17日に、都内の方で、セミナーありますので、よければそちらも無料で参加できますから、町田の方で、田町の方でやりますんでね。はい。東京の田町駅のそばです。で、ぜひおいでください。はい。また次回は、10月の31日にちにまたオンラインでね、やります。はい。で、もし今日聞いて、なんかさっきの名門談はね、オンラインでも買うことができるので、もし気になって遠くの方の場合、よければ、
静心堂のオンラインの方から名門丹っていうね、さっきありましたね。これですね。はい。これ購入することできますから、よかったら使ってみてください。お近くの方はできたら、お手も、店舗の方においでいただければ、個別対応させていただきます。まあ、店舗に来ると血流とかいろんなことをちょっと測りながらやりますので、もうちょっと細かく見させていただいて、やらせていただきたいと思いますんで、はい。じゃあ、それで、これで失礼させていただきます。